別に行かなきゃいいじゃないですかと。で門司社長、最近部下に残業をやってもらおうと思ったら定時でいつも帰っちゃうんですよ。そういった場合ってどうしたらいいですか？そうですね、前提として業種とか、職種によるので、対応はそれぞれ変わります。多分ここでは営業職とか、事務職一般職、いわゆるオフィスワーカーの人が多いと思うんで、そういう前提でお話をします。シンプルにちゃんとやることをやったか、それだけだと思うんですよね。管理職としても、時間というよりかは、一つ目はその日にやるべきことをやったのかやってないのかっていうことが多分ネックじゃないですか。管理職も、その従業員がしっかりと今日やるべきことをやっていれば、別に定時で帰っても文句ないわけですよね。じゃあ今日やることの設定ってどうなってますかと。例えばその人の仕事がどういう仕事かにもよるんですけど、例えば1ヶ月の中でじゃあこういう目標があって、でそのために行う行動があって、1ヶ月間この目標行動で頑張りましょうねという設定をしているんであれば、いちいち1日の中に残業するかしないかとか、そもそもこの日にやらなきゃいけないことがあるかないかってちゃんと握られてないじゃないですか、管理職も本人も。だとしたら当然管理職は多分勘違いするんですよね。1ヶ月後にこういう結果を出すという約束で、1ヶ月中こういう行動するって約束だから、本来だったら1週間目にここまでやってなければお前ダメだろうと、こんな感覚ですよね多分。でも1週間後までにじゃあこの行動をするっていうコミットと行動管理してますかって話なんですよね。だから決め事としては、例えば毎日だったらじゃあ1ヶ月後の結果目標これです、そのために行動タスクとしては日々とか1週間でこれやります。だから3週間後にこれができている状態、2週間後にこれができている状態、最初の1週間でこれをやると。もっと噛み砕いたら1週間後の目標がこれだから、じゃあ今週1週間は日々こういったタスクを潰していきます、こういう行動をしていきます。この辺までちゃんと、例えば提出させたり上司が握っていれば、それこそ毎日やることが明確なので、じゃあ今日はここでやったのっていうのが基準になるから、時間じゃないですよね。ちょっとまとめると、部下が残業してくれないかどうかではなくて、その設定をちゃんと管理職とその部下でちゃんと確認できていない状態だから、そういうことが発生しちゃうのかなと思います。ちなみに、アップルさんとかだと業界的に現場の方とかは引っ越しをメインにされてるので、どうしてもその定時で帰るとか、お客さんがいるお仕事なので終わらないと帰れないってもちろんあると思うんですけども、そういった場合に会社として手当をしたりとか、残業に対してどういったサポートをされてるのかなっていうのもちょっと聞いていいですか？現場はそうですね、引っ越しが終わらないと帰れないんで残業する時ももちろんありますけど、営業職もですね、そのお客様対応の時間っていうのはやっぱ決まっているので、それ以上の何かすごく残業することっていうのはあまりないですよね。むしろ会社としては、いや早く帰ってとかもう電話の時間終わってるしとか、お客様のアポ終わってるし早く処理して帰ってと、いう形です。管理職とか、バックオフィスとかで言うと、1日ずつ今日必ずやることってどれなんだっていうことを本来毎朝確認して走らせるっていうのが一番ですよね。だから会社でよく言うんですけど、例えばスポーツに置き換えると、じゃあ1試合1試合必ず勝とうと思ったら戦略立てて戦術決めて戦闘させるわけじゃないですかね。例えばサッカーとかで言うならば、今日の相手はこれだと、ある意味これが仕事だと、今日のタスクこれだと、でそれをこの時間内に3点取りたいだとしたら3点取れる戦略、今日のタスクを5時までに終わらせたいだとしたら重要なポイントこれでこういうふうに時間割りしてやっていこう、でそれを確認して走らせるわけですよ。そうしたら当然、じゃあ時間になった時にその3点が取れてるか、もしくは仕事だったらその決めた行動をちゃんとやれてるか、これを単純に確認するだけじゃないですか。で当然部下とも今日この行動をやってこの結果を出すって決めたわけだから、それはもう時間関係なくちゃんとここまでやるんだと、いう認識が部下もあれば、そもそも今日やらなきゃいけないことなので、正直ちょっと残業になっちゃってもやりますよね普通で。会社としてはなるべくそれを残業させないようにちゃんと進捗管理していったり、行動設定をフォローするみたいな、要はだから上司じゃないですか。だから悪い例を言うと、別に戦略も戦術も考えてないで、朝からあの人はあの仕事をやることが決まってんだから勝手にやってんだろみたいな感覚で、サッカーもとりあえず相手これ頑張ってみんなって言って試合に臨みました。で監督はこの相手だって3点ぐらい取れると勝手に思ってると。でも別にそこに戦略も戦術もないわけですよ。で結果取れませんでした。で部下も結果できませんでした。なんでお前ここまでやらんねんとか、それって上司とか監督の勝手な主観じゃないですか。後から言われても部下もはいじゃあ最初から言ってくださいよ
と。だとしたら今日3点取れるための戦略戦術自分たちでも考えたのにという話なだけなので、期限設定と毎日ちゃんとその残業を、というかやるべきことをやってくれと思ってるんであれば、毎日ちゃんとそれを伝えるべきで、だから毎日が期限、今日は何時までに期限でこれをやってほしいんですとちゃんと伝えるか、もしくはちゃんとそれを計画として提出させる習慣とか仕組みとか、そういうものを用意すべきだと思うんですよね。であればちゃんと毎日ここまで終わりましたで報告が来て、でその報告が来れば当然フィードバックとかをやるんで、毎日の時間をいちいち気にするんだったら、ちゃんと毎日何を何時までにやるとかっていう指示とか、それを考えさせる提出させる仕組みとかをちゃんと設定して、ちゃんと報告とフィードバックを毎日やる、いうことができればそんな問題にはならないと僕は思ってます。最近の新入社員とかが上司とか先輩に仕事オフィス以外の場所でちょっとコミュニケーションを取ろうと言われた時に、それって残業ですかみたいなことって結構巷では言われてるらしいんですが、本社長はそれを聞いた時にどういった風に思われますか？僕はそういう風に言われたら誘わないです。残業イコール仕事ってことですよね。でも飲みに行って仕事してますって言ったらしてないじゃないですか。それはその人の中で上司に言われたことをやるというのがやっぱ仕事っていう認識をしてると思うんですよね。ちょっとニュアンス半分違うなと思っていて、本質じゃないじゃないですか。そもそも仕事の解釈間違ってるなと僕は思うので、そういう風に言う部下がいたら、いやそれは違いますよと、だから強制はしないし、別にそういうんだったら全然いいです来なくてと僕は言いますし、そう仕事の解釈が本質とは違うかなと思うので、それは考え方を少し説明していったりとかしますけど、基本は誘わないです。上司の方もある種仕事の一部として部下を誘うっていうパターンもあると思うんですけど、その場合って仕事を円滑にしようとか、何かしらコミュニケーションを取ろうとしてるっていう意図を組んで対応していくのがいいのかななんて、個人的にはちょっと思ったりはしたんですけど。こういう考え方どうですかねって思うんですけど、例えば学校に行きますと宿題出されるじゃないですか、でも宿題やったからって言ってそれって学校に行ってましたって時間になりますかと。ならないですね。さっきの捉え方で解釈するんであれば、宿題も、ある意味学校の時間ですよね。人によっては学校で学ぶ時間と、例えばじゃあ宿題がすごく時間かかる子だったら1日12時間勉強してますみたいな子もいたりするわけですね。それは誰も非難する人いないじゃないですか。でもそれって勉強を、できるようにする、要は学ぶために自分の努力だったりとかだと思うんで、ある意味考え方としては飲み会も宿題とかそういう感覚で思えばいいんじゃないかなと思っていて、別に行きたくないんだったら宿題したくないだけだから、別に自分がより頭が良くなることもないし知識を深めることもないってだけ、それを選択するんだったらそれでいいんじゃないですかと。でも普通に考えて社会人としてとか会社の先輩としてとか上司としてって飲みに行くご飯食べに行くっていうことは僕の中では結構学べることとか、あとは自分にとってプラスになることってあると思うんですよね。僕もあんまり飲み会とか好きではないというか、それが主じゃなくて、この宿題は自分にとってプラスにならないとかっていうものはやらなかったり当然するじゃないですか。新入社員からも自分もそういう感覚なんですよって言われたらしょうがないんですけど、別に行かなきゃいいじゃないですかと。でちゃんと断れる人は別に断ってると思いますし、何を気にしてるのかなんですよね。例えばじゃあ上司からの飲みの誘いを断ったらなんか自分の評価にとか自分が仕事やりづらくないんじゃないか、そう思ってたら行けばいいじゃんって。そうじゃないんだったら別にすいません今日はちょっと行けませんと、残業ですかとかって聞く時点でそもそも感覚値がずれてるというか、それ嫌われたいとか評価自分の下げたいとか、もちろんそれだけで下がるとかおかしいですけど、自分はあなたに対してそういう感覚値ですみたいなことをあえて言ってるから、あえて残業っていう言葉を出す必要はないですよね。改めてはなるんですが、仕事があるのに定時で帰ってしまう部下への対処法をお願いいたします。やることやったかそれだけなので、毎日の時間を気にするのであればちゃんと毎日やるべきことと行動の確認と期限設定をして毎日ちゃんとやると、単純にそれだけだと思います。はい、今日もありがとうございました。このチャンネルでは現場の様子、イベント、研修、様々な動画を配信しておりますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。そして、この動画にもぜひいいねをつけてくれたら嬉しいです。Apple では共に働く仲間を常に集めていますので、ぜひご連絡よろしくお願いします。